はい、皆さんこんにちは。僕、家大好き人間なので、最近異常に家の心地よさを上げたい衝動に駆られて、インテリアグッズ買いまくってるんですけど、家が整理整頓されて過ごしやすくなると、急に真人間になるっていうか、ちゃんとした人間として生活するようになりますよね。僕結構ズボラで、普段は。家とか結構汚いんですけど、綺麗になった途端ね、毎朝掃除機をかけたりなんかしちゃって、綺麗で気持ちいいからか、仕事もはかどるし、やっぱ整理整頓されてるって大事なんですね。まあ、それは置いといて、今日の深掘りはすみません皆さん、深すぎて掘りきれないかも。物質の持つ重力は質量に比べて重くなるんですけど、質量が大きすぎる星は重力がマジで強烈で、光をも吸い込んでしまい、まるで宇宙にぽっかり開いた穴のように見えるんです。それがブラックホール。そもそもブラックホールとは、もともとは普通の星だったものが星の崩壊、超新星爆発を起こした後にできるものとされています。爆発だから消滅するんじゃないのって思われるんですけど、実はそうでもなくて、めちゃくちゃ簡単に説明していきますけど、僕たちが住んでいるこの地球の重力は、僕たちが立って生活できるぐらいの重力です。でもこれは僕たち人間の大きさと質量、地球の質量と表面積が大きく影響しているからなんです。もしも地上にあるものの質量が大きければ大きいほど、当たり前ですけど重力が強く影響して地面から離れることは難しくなります。逆にアリみたいに小さく、質量が小さいものは簡単に風とかで飛ばされてしまいますよね。これは質量が小さすぎるから重力の影響を受けにくくなるということなんですね。もう一つは地球の質量が変わらないまま、またその質量が地球の核に集結している場合、地球の表面を玉ねぎの皮を一枚一枚剥いでいくように表面積が狭くなっていくと、僕たちが受ける重力も強くなっていくんですね。磁石を思い出してほしいんですけど、風船の中心に磁石を置くとして、しぼんだままの状態では風船の外側にあるもう一つの磁石は簡単にはくっつきませんよね。では風船を膨らませていくとどうでしょう。徐々に中心に置いた磁石の磁力の影響は風船の外側に伝わりにくくなりますよね。まさにそんな感じです。なので地上の物体の質量が軽いものだったとしても、表面積が一定の面積を下回ると、たちまち重力に逆らうことが難しくなり、ありとあらゆるものが押しつぶされ、中心に吸い込まれたようになっていくんです。なので超新星爆発が起き、星の中心にある核の質量がそのままで周りの表面積の上限を超えると、重力崩壊を起こし、重力だけの星が生まれ、ブラックホールが出来上がるというわけです。そう考えると改めてブラックホールってやべえな。なんか私好き嫌いないですって言って食いまくる大食い女子みたいな。なんで女子なんだ。ちなみに磁石を例えに出しはしたんですけど、重力の正体はまだはっきりと解明されていないんです。この重力の正体については、アインシュタインが提唱した一般相対性理論において、重力とは空間の歪みであるという見解になっています。これはどういうことかというと、このように一つの表面上にある程度の質量を持った球体を置くとどうですか？沈んでますよね。これが重力の正体だとされているんです。ちなみにこれは2次元で一つの表面で表したものになりますが、3次元ではこの表面が四方にあるということになります。となると、沈む力が地球の中心に向かって働いているのがわかりますよね。なので時空の歪みが重力の正体だろうということになるんです。重いものほど沈み、重力が強くなるのはなんとなく想像できますよね。ブラックホールは質量が大きい星とは言いましたが、イコール重力が強い星ということにもなるんですね。ここまで説明した重力の原理ですけど、これはあくまでもアインシュタインが導き出した限りなく事実であろう仮説となっています。他にも全く理論的に相手にされていない説だと、中心のコアがバカでかい磁力を持っているとか、宇宙は膨張ではなく縮小しているから、物質も縮小していく過程で中心に向かって縮むことで、それが重力になっているだとか、要はわからんと。でも重力があることは確かなので、その重力に歯向かうことのできない物質や速度は重力の中心に落ちていくということになります。一応脱出速度というものがあるんですけど、これは地球からロケットが出ることができるのは、地球の重力に引っ張られる力よりロケットの外に飛び出そうとする力、速度が上回ることができるからなんです。しかし僕たちがただボールを空に投げても落ちてきますよね。これは力も速度も足りないから、ブラックホールの前では今現在一番速いとされている光
光の速度さえもこの僕たちが投げたボールのような状態になるので真っ暗なんです。そもそもブラックホールの存在については18世紀フランスの数学天文学の学者であったピエール・シモン・ラプラスがアイザック・ニュートンの光の本質は粒子であるという粒子説とニュートン力学、この2つの理論に着目し、光もバイオ引力の力の影響を受けると考え、十分に質量と密度の大きな天体があればその重力は光の速度でも抜け出せないほどになるに違いないと仮説を立てていたんです。その後、今世の中に浸透しているブラックホール理論は、アインシュタインが一般相対性理論を発表した直後の1915年にその相対性理論のアインシュタイン方程式にある条件を加え解いたカール・シュバルツシルトのシュバルツシルト解が大きな基盤となりました。シュバルツシルト解が導き出した計算を使えば、星半径が0の時、星の中心点では時間の曲線が無限大になり、時空そのものが観測定義できない状態になるということです。これはさっき例えで出した風船と同じことです。その状態になると物理学が適用されなくなるので、特異点は観測不能となります。となると時間と空間が物理学で定義できなくなり、その特異点の空間では過去、現在、未来が破綻しているということになります。よくわからんがかっこよ。当時この出バチシルト解についてアインシュタインはね、計算上では納得していたんですけど、理論的には重力の特異点があることはありえないと考えていたんです。しかし2011年、割と最近ですよね、間接的にではあるんですけど、実際ブラックホールが実在するという結論が出されました。また2019年には初めてブラックホールの撮影に成功したんです。これによりブラックホールに関する研究が進み、仮説がさらに現実へと近づいていったんです。この宇宙には数えきれないほどのブラックホールが存在していることは徐々に研究により解明されていきました。長年、球状星団と呼ばれる恒星の集まりについては、球状星団の中心には中間質量ブラックホールがあり、そのブラックホールが周りの星を集めていると考えられていました。しかし、今年の2月11日、Astronomy and Astrophysics 天文学と天体物理学という科学雑誌にて発表された新しい研究では、星団の星の動きを分析した結果、球状星団の中心は小さな複数のブラックホールが集まっていることが報告されたんです。この中間質量のブラックホールについて簡単に説明すると、星を軌道に乗せることはできても吸い込むほどのエネルギーは持っていないというブラックホールです。ただ、このぐらいの質量のブラックホールが存在する可能性は理論上限りなく低いと思われていました。だからこそこの中間質量のブラックホールについて研究者たちは熱心に研究していたんですね。しかし判明したのは、ごく小さなブラックホールの集合体が星たちを集めて球状星団を作っているということだったんです。ただこの結果はこの結果で、この小さなブラックホールが互いにどのような影響を与えていくか、ブラックホールがブラックホールを飲み込むのか、その飲み込んだブラックホールは大きくなるのか、それとも消滅するのか、はっきりとはわからないんです。また僕たちの住んでいる天の川銀河の周りにも数多くの球状星団が存在しているので、近い将来もっと詳しいことがね、分かっていくかもしれないです。でも僕たちの銀河内にあるブラックホール、もし近づいてしまったら、あるいは落ちてしまったら、どのような状態になってしまうのか。ブラックホールにはイベントホライゾンというある境界線が存在しています。これは地球上の地平線とほぼ同じです。僕たちの立っている高さから地平線までは約4キロ弱しか離れていません。その地平線を見たとしても、その奥で何が起きているかわかりませんよね。それと同じで、ブラックホールのイベントホライゾンより先は何が起きているのか分かっていません。逆にイベントホライゾンに到達するまでは様々なことが解明されつつあるんです。重力とは空間の歪みだと言いましたが、空間には時間が流れているので、空間が歪むということは時間も歪むということになり、結果時空が歪む、歪むということと等しくなります。ブラックホールの周りには、ブラックホールに落ちていく物質が落ちていく過程でとてつもない速さの摩擦を生み、その物質自体が光線や X 線を放つようになります。これによりブラックホールの周りは土星の輪っかのようなオレンジ色に光っているんです。ただこの写真では土星の輪っかではなくブラックホールを囲んでいるように見えますよね。これは重力レンズ効果といい、物質が時空の歪みに沿うように進むので、ブラックホールの裏側の光が手前に見えてくるといったものなんです。これはブラックホールだけに限らず、質量の大きい星の奥に銀河なんかがある場合、このように奥にあるはずの銀河が質量のある星の周りに見えたりするんですね。そしてもしもブラックホールのイベントホライゾンに到達
してしまったら、みんなも一度は聞いたことあると思います。スパゲッティフィケーション、スパゲッティ化現象というものが起こるとされているんです。これはイベントホライゾンに僕が足から入った場合、その瞬間から足にかかる重力と頭のてっぺんにかかる重力の差が生まれ始め、結果として足先の方が早く落ちていくので、僕の足がさらに引き伸ばされていくことになります。しかも落ちていく段階で重力の差により細胞レベルで分裂し始め、足の先から散らばっていきます。これはあくまで仮説ですけど、またイベントホライゾンに入る直前では、もし地球からその瞬間が見えているなら、イベントホライゾンに突入した瞬間の僕がそのままの状態で止まって見えることになるんです。頭も伸びていませんし、分裂もしません。ありのままの僕がそこにいるんです。それは重力が強ければ強いほど相対的な時間の進みが遅くなるので、イベントホライゾン付近では時間の流れが限りなく遅くなり、それにより地球から見たイベントホライゾンに入った僕は停止しているように見えるということなんです。ただしイベントホライゾンに落ちた僕自身は時間の限界が来るまでブラックホールに落ち続けています。もしもイベントホライゾン付近でずっと漂うことが可能なら、僕の時間の感覚に変化はないんですけど、境界線外の宇宙はまるで早送りしたように時間が進みます。なのでもしかしたらイベントホライゾンにとどまった僕は宇宙の終末を見ることができるかもしれません。もうなんかぶっ飛びすぎてて、ただいま僕の脳のキャパを超えました。僕たちの時間の基準となる光でさえも吸い込んでしまう星ということは、僕たちの知っている時間のある世界はブラックホールの中には存在していないということになるんです。みんなエントロピーって知ってますか？エントロピーについてはメインチャンネルの時間とはの動画でもちょっと紹介しているんですけど、熱力学でエントロピーの増大とは物事が徐々に拡大乱雑になっていくことを指します。ただしこれも時間が未来に向けて進んでいるからこそエントロピーは増大していくんです。逆に時間が巻き戻しできるならエントロピーは縮小していきます。なのでブラックホールの中、時間のない世界とは言いましたが、そうなるとエントロピーは消滅することになりますよね。ということはそこには時間がないということになるので、過去、現在、未来が存在しない？じゃあブラックホール自体の存在ってエントロピーをね無にする存在ということになりますよね。そうなるとブラックホールの存在がかなり不思議なものになっていきますよね。だってエントロピーを消滅させるということはブラックホール自体のエントロピーも消滅するということになるので、ただブラックホールに落ちた物体とブラックホールのエントロピーは別として考えると、物体のエントロピーは減少していく分、ブラックホールのエントロピーは増大していくことになりますよね。この仮説を立てたのがイスラエルの物理学者ヤコブ・ベッケンシュタインです。彼は1972年にブラックホールがエントロピーを持つと提唱しました。次にブラックホールのエントロピーはブラックホールの持つイベントホライゾンの表面積に比例するとも発表したんです。この発表によりブラックホールにもアインシュタインの E=mc² という式が当てはめられるようになり、その質量からブラックホールにも温度があるということが予想されました。そしてベッケンシュタインがブラックホールのエントロピーを発表した翌年にスティーブン・ホーキングがホーキング放射を発表したんです。ホーキング放射はブラックホールがエネルギーを放射する現象のことで、エネルギーを持つ物体はそのエネルギーの温度に応じた電磁力を出しているんですけど、ブラックホールもその電磁力を出していたということが判明しました。ということはベッケンシュタインがブラックホール自体にもエントロピーがあるという仮説は立証されたことになったんです。けど依然としてブラックホールに落ちていく物体のエントロピーはどうなっていくんでしょうね。謎のままです。みんなホワイトホールって聞いたことありますか？これはブラックホールはいわば入り口のようなもので、他の次元または他の宇宙にホワイトホールというものがあり、ブラックホールに入ったものはそこから出てくるという説では、ホワイトホールは完全な都市伝説なんでしょうか？実は天体物理学者たちがホワイトホールに関して研究を始めたのは1970年代からなんです。ブラックホールのイベントホライゾンが光さえも脱出できない境界線だとすると、ホワイトホールのイベントホライゾンはどんな物質も中に入ることのできない境界線だということになります。それはブラックホールを逆再生しているようなものだと思ってください。でもよく考えてみると、もし仮にホワイトホールが存在するなら、ホワイトホールから吐き出され続ける物質はどこから出現しているのか疑問に思いますよね。一応星が一気にエネルギーを放出するガンマ線バーストと呼ばれる星のイベントが起きれば、ホワイトホール形成の可能性はあるらしく、2017年にはこのガンマ線バーストの観測が確認されていますが、その観測されたものは2つ中性子星と呼ばれる星同士の
衝突によって引き起こされたものだったそうです。もしこの理論でホワイトホールが形成されたとしても、一瞬でエネルギーを放出してしまうので、すぐに消えてなくなってしまうだろうと考えられているんです。ただこのホワイトホール、ブラックホールの寿命が尽きた時に現れるものだという説があって、メリーランド大学 NASA ゴダード宇宙飛行センターのトーマス・アフマダ氏らの国際研究グループが発表した研究内容によると、2020年8月26日にアンドロメダ座の方向約66億光年先の銀河で検出された 0.65 秒のガンマ線バースト GRB200826A は、とある星の超新星爆発によって発生したという観測データが得られたそうなんです。しかもその 0.65 秒のガンマ線バーストは天の川銀河から放出される全エネルギーの1400万倍ものエネルギーを放出したと予測されているんですね。この GRB200826A が普通の星が超新星爆発したものなのか、ブラックホールの寿命を迎えたものなのかははっきりとしていないんですけど、2秒以下のガンマ線バーストはショートガンマ線バーストと呼ばれ、2秒以上続くガンマ線バーストはロングバーストと呼ばれているんです。でも 0.65 秒のショートガンマ線バーストが天の川銀河全体のね1400万倍って、じゃあロングガンマ線バーストどうなっちゃうの？それだけのエネルギーが噴出するガンマ線バーストは確かにホワイトホールと呼べるものなのかもしれないですね。なのでもしかしたらこのホワイトホールこそがビッグバンの正体なのかもしれないという話。仮にバカでかいブラックホールがあったとして、そのブラックホールが寿命を迎え超新星爆発を起こし、ロングガンマ線バーストが起こり、かなりの量のエネルギーが急速に外に投げ出される。それにより宇宙が形成される。この話めちゃくちゃ面白くないですか？結構ロマンある話ですよね。でももう一つ、ホワイトホールがブラックホールにつながっているっていうワームホール説については、これまた面白い話があって、インディアナ大学の物理学者ニコデム・ポプラウスキー氏は、ブラックホールをワームホールと考えることで現在の宇宙論の謎をいくつか解明できる可能性があると語っているんです。また私たちの住む宇宙が特異点でなくホワイトホールから誕生したとすれば、ブラックホールやビッグバンの特異点に関する問題も同時に解明されるとも語り、これはさっきのブラックホールの後の姿がホワイトホールっていう話に似ているんですけど、ポプラウスキーが語るのはブラックホールとホワイトホールがつながっているということで、ある日突然宇宙にホワイトホールが出現し、それがビッグバンになり得るという考えなんです。またポプラウスキー氏は、ホワイトホールが他の次元宇宙につながるということだけではなく、ブラックホールの中に別の宇宙が広がっているかもしれないという研究も行っていました。今僕たちのいる宇宙は巨大なブラックホールの中にある宇宙であり、僕たちの宇宙に存在するブラックホールの中にはまた違う宇宙が存在しているのかもしれない。となると、僕たちの次元の中にもね、このホワイトホールが出現して、ホワイトホールが消滅する気配がないとしたら、このブラックホールの中に宇宙があるという説、かなり信憑性が高くなります。ブラックホールって何？以上がブラックホールについてなんですけど、どうでしょう皆さん。なんかすぐに感想出てこないよね。あまりにも情報量がありすぎて壮大すぎるスケールの話で。なんかでも将来ね、ブラックホールに入って違う次元の宇宙とか違う世界に広がっていくとしたら、ロマンがありすぎる。やばい。もうマーベルとかガーディオンズ・オブ・ギャラクシーみたいな世界になりますよ。スター・ウォーズとかも全部そうか SF 系。ダメだ。ちょっと壮大すぎる話で頭がバカになってれば、ここら辺で終わりたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。